今回は現在話題になっている新キャラクターの正体について視聴者から寄せられたコメントと ARG で判明している情報をもとに考察していきます。新キャラ確定？まずララバイルームの映像から新たなマスコットキャラクターの存在が確認できます。この映像ではハギーやキシーと並んで謎のマスコットが一緒に写っています。色味は赤に近く、画面上では全身がはっきりと確認できないものの体格はかなり大きいことが推測されます。またキシーをハグするような配置になっている点も重要で、演出的にもハギーワギー、キシーミシーと同じ系統のマスコットである可能性が高そうです。この新キャラをデザインしたのはテイラー氏です。本人の X の投稿から確認することができます。そして重要なのは実験体1202とされる個体も同じデザイナーによって手掛けられているという点です。では1202とこの新キャラはどのような点で結びつく可能性があるのでしょうか。ここからは視聴者から寄せられた非常に鋭いコメントをもとに考察していきます。1202と裏返し。ここで注目したいのが実験体1202とされる個体の外見です。これについて視聴者からコメントが寄せられました。ぬいぐるみの生地を縫って裏返す前の状態。クリッターズを捕まえて再度縫合している。人形の裏側って感じの見た目に見えます。目とか目打ちの裏側の気がする。一見するとボロボロに見える1202ですが、よく観察すると特徴的なモヒカン状の毛並みや体を走る一本のラインはスマイリングクリッターズたちの縫い目と一致しています。ぬいぐるみ製作では縫い終えた布を裏側からひっくり返し、縫い目を内側に収めることで完成形の外観を作ります。目に関しても同様にセーフティーアイは通常表からピンで刺して裏側で固定し抜けない構造になっています。スマクリたちは紐でつけてる描写があるため一致はしません。1202の姿は壊れているというよりも意図的に裏返された状態、あるいは工程途中の姿と捉えることができます。この裏返しという表現は過去の資料でも示唆されていました。商標出願の中に存在していたロングサイドアウトイマルズ、そして ARG で発見された却下されたものに関する文書です。その資料にはロングサイドアウトという発想は役に立ちそうだというメモが残されています。さらに追記としてそれぞれが見せしめとして作られた例であり、不満分子として処罰された存在で彼らが戻ることは許されないという記述も確認できます。見せしめとは一人を意図的に厳しく罰し、それを周囲に見せることで他の者を恐怖で支配する行為です。また不満分子とは組織の方針に従わなかった者や疑問を持った者を指します。これらの表現を踏まえると、ボツとなったロングサイドアウトイマルズのインスピレーションはプレイタイム社の中で言いなりにならなかった存在を実験体として作り出し見せしめにするための思想につながってしまったといった可能性が浮かび上がります。そして一度そうなった存在は元には戻れない。この資料はプレイタイム社が行っていた恐怖や支配による統制を象徴していると読むことができます。ハギーに似てる。追加でコメントを紹介します。赤いキャラをひっくり返したら1202みたいになりそうですね。1202ってスマクリよりは口の感じがハギーやキシーに近いように感じます。確かに裏返しにしたら歯の向きも口の外側に飛び出してないと不自然です。これは最初から裏返しという状態を想定して設計されたデザインである可能性を示しています。つまり1202はスマイリングクリッターズとは異なる系統であり、ハギーやキシーに近い構造思想を持つ存在として意図的に似せてるとも捉えることができそうです。ここまでの情報を一度整理しておきます。まず資料として確定している点です。新キャラと1202は同じデザイナーによってデザインされていること、ロングサイドアウトイマルズは公式資料上却下された存在であること、そして1202と同系と思われる個体が複数確認されていることです。一方でここから先は推測の領域になります。新キャラがハギーやキシーと同系統のマスコットである可能性、1202が裏返されたぬいぐるみ構造を持つ存在である可能性、1202の口構造がハギー系統に近いという点、そしてプレイタイム社では組織のはみ出し物が実験体にされていた可能性です。ここから一つの仮説を提示します。ハギーワギーにはミニハギーズと呼ばれる小型個体が存在します。これは同一系統のマスコットに対してサイズ違いの個体を量産するという思想がプレイタイム社に実在していることを示しています。この前例を踏まえると1202もまた新キャラと同系統のマスコットであり、その小型個体
あるいは派生個体として設計された可能性が考えられます。もちろん、これは断定ではありません。しかし、構造、デザイン思想、量産の痕跡を重ねていくと、1202を単なる失敗作や空発的な存在として見るよりも、意図された派生モデルとして捉える方が、全体像と整合します。新キャラはゴリラ。改めて、新キャラそのものの外見に注目します。ララバイルームの映像に映るこのキャラクターは、赤に近い体色と太い腕が特徴的です。全体のシルエットは、どこかゴリラのようにも見えます。ただし、ここで注意したいのは、ハギーワギー自体も、公式には特定の動物をモチーフにしていないという点です。開発者は、見たことのない種類の動物というコンセプトを語っており、完全な猿やゴリラという解釈は当てはまりません。一方で、過去に却下されたおもちゃの中には、実際1965年に発売された猿のおもちゃをモチーフにしたバーレル・ウォーハギーズが存在していました。このことから、新キャラが特定の動物を直接モデルにしているとは言えないものの、着想レベルでの影響はあった可能性があります。この新キャラが登場するララバイルームの映像は、1969年のものとされています。しかし、その後のプレイタイム社の公式ロゴやおもちゃの中に、このキャラクターは登場していません。この点から、新キャラはコンセプトとしては存在したものの、最終的には採用されず、却下された存在である可能性が高いと考えられます。実際に、却下理由としては、フォーカステストの結果が悪かったこと、ブランドイメージに合わなかったこと、そしてレースが好まなかったことが資料から確認されています。つまり、新キャラは本来、ハギーやキシーと同じシリーズとして登場する予定だったが、何らかの理由で表舞台に立つことができなかった存在だったのかもしれません。ここで、これまで何度も登場してきたハギーの手の描写について考えてみます。1202と同時期、あるいは関連する場面で、ハギーのものと思われる手が繰り返し映っている点です。一見すると、単純にハギーワギーの手であるようにも見えます。しかし、もしこの手が必ずしもハギーのものではないとしたら、解釈は変わってきます。新キャラがハギーやキシーと同系統のマスコットであり、なおかつ却下された存在だと仮定した場合、この手は、その新キャラのものである可能性も否定できません。同系統のキャラクターであれば、手が似ていても不自然ではありません。そう考えると、これらの手の描写は、ハギーそのものではなく、同タイプの別個体がラボ内に存在していることを示唆している可能性もあります。ここで、プロジェクトプレイタイムに登場するオーリーのセリフを思い出してみます。居場所を失ったおもちゃ。この言葉は、これまで見てきたロングサイドアウトイマルズや1202の立ち位置と強く重なります。いずれも、プレイタイム社の中で不要と判断され、切り捨てられた存在です。もし、プロトタイプが行っている行為が、単なる手術ではないとしたらどうでしょうか。それは、見せしめとして作られ、居場所を奪われた実験体たちを解放するための手術、あるいは救済行為である可能性も考えられます。最後になってしまいましたが、コメントをくださりありがとうございました。参考になりました。この考察が面白かった方は、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。